どうも田舎もんです。前回のねドマコンは大失敗に終わりましたが、再生回数の方はね伸びに伸びまして、2万6000回現時点でいってるんですよね。なんであんな大失敗した時に限ってね多くの人に YouTube はおすすめするかなっていうね、ちょっとね半分腹立ちつつも、再生回数伸びたのはまあ嬉しいですよ。でこんな感じでねドマコンを打っていったんですけども、床ねどこに置いても転がるねオンリーワンな床が出来上がりました。視聴者の皆さんもね、これはこれでいい味出てますやんかって、そういう風にね、励ましのコメントいただきまして、僕もね、だんだん立ち直ってきました。で、振り返ってみるとですね、物置ですね、南側から見たらもともとこんな感じだったんですね。もうゴミだらけで。それが今、こんな感じになったと。で、北側から見ると、こういう風にね、なっていました。もともとね、2つに分かれていた物置を一体化させて、こういう風にね、一つの、広いね、居住空間という風にね、生まれ変わっていきました。で、今日は何をするかっていうとですね、このね、物置に、とりあえずのね、引っ越しの荷物を運び込みたいんで、掃除をしたいんですよね。コメントでもありましたけども、なんかゴキブリの卵がついてるとかね、そんなこともね言われたりもしたんで、綺麗にしていきたいなと思ってるんですよ。で、掃除機をね、どっかで見たなと思ってね、探してるんですよね。で、ここキッチンね、この辺で見たかなと思ってね、見ようとするんですけども、もうあまりにもひどいゴミでね、もう何が何だかって感じですよ。ここもね、後で綺麗に掃除していきます。で、結局ですね、キッチンには掃除機がなくて、こちらですね、玄関ですね。玄関の方にありました。玄関のね、この綺麗にね、ゴミの下に埋もれてました。これです。このね、掃除機ももともとこの家に転がってたやつなんで、使えるのかどうかってちょっと不安はあるんですけども、昔のね、日本の家電って結構頑丈なんで、大丈夫っしょと思ってね。で、恐る恐る電源を入れてみるんですけども、ちゃんと電源入りますね。さすが日本製ですよ。で、ついでにね、このコンクリートとかもね、掃き掃除をしていくんですけども、もう普通のほうきでは全然太刀打ちできませんね。こういうボコボコのところは。そういや、その辺にのが転がっとったなと思ってね、竹ぼうきを拾ってきました。それでもやっぱりね、このボコボコのところは特にですね、どんだけ履いてももうキリがないんで、大体でやっていきました。で、ここのね、段差、コンクリートを運ぶときにこぼしまくってね、で、しかも踏みまくって、なぜかね、滑らかなね、このスロープができて、これはこれで、思わぬ副産物ができたなと思いますよ。この辺にね、こぼしたコンクリートもそのままね、放置してたんで、この辺もね、適当に取ってきました。で、この棚ですね。この棚にとりあえずね、引っ越してきたらすぐ使うもの、生活上使うものですね。ちょっとした食べ物とか、着替えの服とかね、本とか、といったものをここに置いていきたいんですけども、さすがにね、このまま置くのはちょっと気持ち悪いんで、一回ね、掃除機をかけていこうと思います。で、脚立をね、この脚立もね、この辺に転がってるやつなんですけども、結構古そうなんでね、あんまり信用してないんですけどね、これはね、結構錆びてるとこも多いし、こんな感じで、ザ・昔の家って感じでね、蜘蛛の巣とかもしっかりかかってます。とりあえずね、まずはザーッと履いていって、その後ね、掃除機をバーッとかけていきます。
でもこれね、掃除しながら思ったのが、先ほどお見せしたようなひどい状態やった物置ですね、まさか掃除機をかけることになるとはね、本当にね、当時は想像もしてませんでしたよ。そう思うとね、なんか本当にね、少しずつやけど進んできたなって、そういう風に思いながら掃除機かけてましたね。まあそうこうしてたらですね、近所のおっちゃんから薪はいらんか言われてね、まあありがたくね、頂戴することにしました。ゆくゆくね、薪ストーブをこっちの家に持ってくる予定なので、まあ燃料はね、何本あっても困らないんですけども、まあ置く場所がないんですよね。なのでまあこんな感じでね、もう急ごしらえの薪棚になってんのかなこれって感じなんですけども、まあこうやってね、置いときました。まあ薪はね、ここだけじゃなくて、裏庭にもね、大量に転がってるんで、早めに処分しないとほんと腐ってくるし、そろそろね、薪棚の設計も始めていかんといかんなと、まあそういう風に思いながらね、やること盛りだくさんやなと思いながらね、ちょっと半分投げやりでやってます。まあそんなことをブツブツ言いながらですね、なんとかね、積み上げていくことができました。で、この根っこですね、これがまためちゃくちゃ重たくてね、これをくれたおっちゃんがもう80なんですけどね、この一人でこれ持ってくるんですよね。ほんとすごいっすよね。いやー、僕もそういうね、おっちゃんに負けず、自分も元気でね、動き続けないかんなと、まあ、気持ちでは思うんですけども、とにかく重たいんで、まあ、これは一旦放置ですね。ほいで再びね、物置の方に帰ってきまして、ひたすらね、掃除機、バーっとかけていきます。こんな感じでね、なんか不吉なシミは残ってますけども、ざーっとね、ゴミは取っていくことができました。まあこれでね、段ボールとかね、棚とかに入れて、物を置いていく分にはね、そんなに不快感はないかなっていうふうに思いました。で、この棚ですね、棚の足ね、実はコンクリートを打つときに邪魔やったんで、切ったんですよね。なので、すごくね、不安定なんです。こう押さえるとね、こうグラグラしちゃって、重いものを置くと多分壊れるんで、なんか適当にね、足を補強しようと思って、石とこのスペーサーとかでね、なんとかやっていこうとしてるんですね。まあ、ゆくゆくね、この棚はまた壊して、ちゃんと作り変えようとは思ってるんで、とりあえずね、その場しのぎで補強さえできればいいかなと思ってるんですけども、で、こっちの足はね、スペーサー2個じゃ足りないと、で石を置いて、スペーサーでまあなんとか無理やり荷重かけれるかなと。しかしあっちを上げちゃうと今度こっちがまたスペーサー2個じゃ足りなくなってくるなと。で、3個入れるんですけども、3個入れると、まあ、かなり安定悪いわけですよね。まあ、こんなアホなことをしてたらですね、外からもうすごい音が聞こえてきて、まあ、この日雨やったんですよね。で、上を見上げると雨どいですね。雨どいにこの葉っぱが溜まって、雨水がね、漏れてきてると。こういったのもね、ちゃんと処理してあげないとダメですよね。まあ、雨の日にね、作業するといろんなことにね、気がつけるんで、意外といいですよね。で、これでね、水が流れていくはずなんですけども、いまいち流れが悪いんですね。この雨どいのね、下へ流れる部分にも葉っぱが大量に溜まってました。これで水がさーっと流れていくようになりましたね。で、下へ流れていくのはいいんですけども、このね、水の逃げ道がないんですよね、裏には。で、物置を整地するときにね、土を掘ってここにね、流し込んでいったんですけども、もうちょっとね、なんかこう工夫していかんと、ここが水溜まりになって気持ち悪いんで、まあ、要検討って感じですね。で、まあ、ここね、足が斜めになってたんで、まあ、ちゃんとまっすぐ切ってあげるかと。せっかく掃除したのに、また木くず出るのが嫌でね、できるだけ切りたくなかったんですけども、まあ、切った方がね、やっぱ安定するかなと思って。あれ、まだ飲むんじゃ
とりあえずはね、これでしのいでいこうと思います。そしてこの物置のドアですね。これ第1話なんですけどね、第1話からずっとお世話になってきたね、このドア、とうとうお別れをしようと思います。さっきのね、掃除機をかけた時も思いましたけども、このドアを外した時もね、ちょっと感慨深いものがありましたよ。とうとうこのドアを外す時が来たのかっていうね。で、代わりにね、コンパネで蓋しとこうと思います。締め切った物置はね、こんな感じなんですね。この投光器、マーシーさんがくれたんですけど、結構明るくてね、いい感じですよね。なんかね、秘密基地みたいな感じでね。ただ、隅っこの方はね、やっぱほんと暗くてね、陰気臭いんでね、窓でもつけてあげようかなと思います。こんな感じでね、物置の中の方はざーっと掃除してね、綺麗になっていったんですけども、今度はね、家の中の方ですね。物置の中だけではね、おそらくなんぼ一人暮らしのね、男の荷物で少ないって言ってもね、収まりきらないんで、こっちにね、荷物を運びやすいように、一回ね、スッキリしていこうと思います。こんな感じでね、ざーっと荷物をどけてあげたんで、南側の部屋はね、広々と物を置いていけそうです。続いてね、キッチンの横の部屋ですね。こちらもね、剥がした床板とかでね、結構散らかってるんで、この辺もね、一旦整理していこうと思います。こういう風にね、玄関からキッチンまではざっとね、動線が確保できました。で、このキッチンですね、ここが問題ですよ。ここもね、ざーっと今から掃除していきます。これね、見ている人はね、物を右から左へ寄していってるだけちゃうんって言われそうなんですけども、これはね、一応ね、僕なりに分別していってるんですね。ゴミと、燃料と、道具と、箱と、後ほどね、説明しますけども、あとね、自分なりに分類していってます。で、シンクの中にね、じょうろが入ってるのはまあご愛嬌っていう感じなんですけども、このラックとかはね、結構しっかりしてるんで、使えそうですね。で、これゴミですね。割れ物とかね。まあこれはゴミというかもう土とか石とかね。なんで未だに置いてるのって感じなんですけども。この辺は入れ物類ですね。カンカンとかね、木の箱とかね。入れ物類はね、本当にね、何でも使えるんですよね。作業中にちょっとした釘入れたりとかね、ネジ入れたりとか、ゴミとか、失いやすいものをね、パッと入れれるんでね、置いとくべきですね。で、この辺は道具類ですね。また使えるでしょって感じでね、置いていってます。で、ナタ。これはいいですよね。また研いで、綺麗にね、していったらいいんじゃないかなと。で、問題はこれですね。なんか万能煙突って書いてあったんで、多分燃えないんでしょうけども、おそらくね、アスベストとかそういうのが入ってるやつなんで、まあこのご時世ね、こういうの処分なかなかできないんですよね。どうしたもんかなとね、思います。で、この辺は燃料ですね。まあ炊き物です。で、大きなカゴ、額。まあ僕ね、趣味で絵を描いたりするんで、まあ一回落ち着いた時にね、また絵描けるかなと。まあいつになることやらって感じですよ。そして生活にね、すぐ必要なもの。今のところこの電子レンジと炊飯器ね、まあ、この棚に入れときました。そして続きまして、家の中の方の押し入れですね。ここにね、生活にすぐには使わないもの、まあ、キャンプ用品とかね、布団とかね、季節外れの服とか、まあ、とりあえずぶち込んでいこうかなと。まあ、そんな風に思ってますんで、一応ね、軽く拭いときます。この上の方はね、新しく作られたような感じでね、結構綺麗ですよね。そして引っ越しのね、荷物を取りに帰ってきました。まあ僕のパンツとかかかってるんで、ちょっとぼかし入れときました。で、スーパーでね、大量にもらってきた段ボール。これにね、荷物を詰め込んでいきました。
まあ、こんな感じで適当に積んでいってます。まあね、この家からその引っ越し先のね、ボロ屋まで近いんで、まあ何往復かしてね、ぼちぼち荷物を運んでいけたらいいかなと、そんなノリですね。運転すること5分ほどですね、新居にやってきました。まあ新居って言ってもボロ屋なんですけども、なぜかね、扇風機がどんどん増えていくんですよね。まあ、エアコンのない暮らしをしてるんでね、近所の人がかわいそうやと思って扇風機くれるんですよね。まあ、こんな感じでね、荷物をバーっとね、詰め込んでいきます。そして、波打ってる床の物置ですね。こちらの方には、まあ、キャンプ用品ですね。テーブルとかね、椅子とか持ち込んできました。だんだんね、家っぽくなってきましたよね。まあ床ね、波打ってるんでガタガタするやろなと思って座ったら、なぜかこううまいことハマったみたいで、全然ぐらつかないっていうね。そして僕のお気に入りの椅子も持ってきました。こんな感じでね、結構男子諸君は共感してくれると思うけど、このね、なんか男のロマン溢れる部屋になってきましたよね。で、このヘリノックスの椅子ですね、結構優れもんで、ついでにね、紹介したいなと思って、こんな感じでバーっとね、まあご存知の方もいるかなと思うんですけども、ものの1分ぐらいでね、椅子が出来上がるんです。で、コンパクトにするとね、まあ、ペットボトル、まあ、1リッターのペットボトル1本分ぐらいのサイズになって、本当にね、運びやすいんですよ。値段はね、結構1万ちょいしたんですけども、かれこれどうやろ、6年、7年使ってるけど、まだまだ使えそうなっていう強度もあるんですよね。見た目がね、結構チャチいんですけども、座ってみるとね、全然座り心地が良くて、これは本当にね、田舎もん大のお気に入り商品ですね。で、なぜかキャンプ用品を使うとですね、キャンプ気分になってきまして、コーヒーを入れました。で、コーヒー待ってる間にね、この家これからどうしていきゃいいんやろうとね、結構真剣に悩んでました。もう本当にね、やることが盛りだくさんすぎてね、まあでもね、一歩ずつやっていくしかないですよね。こんな感じでね、ドマコンを打って一段落して引っ越しへ向けてね、着々と準備を進めていく1週間でした。今回も最後までご覧いただきまして本当に感謝です。次回はね、この物置の外回りですね、ちょっと割れてるとことか、隙間があるとこがね、結構あるんで、この辺ね、モルタルとかコンクリートで補修を進めていきました。で、田舎もんあるあるでですね、まあどうせ雨なんか大したことないやろうと、パラパラでしょとか思ってたらね、雷とか鳴り出してね、ほんと大雨に降られながらコンクリート打ってました。まあ今回こそはうまくいけるぞと思ったけどね、結局ガタガタになりました。こんな感じでね、まあ次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。